皆さんこんにちは、テックアートの鎌田です。今回はですね AE86 の、エンジンチューニング、定番メニューだと思うんですけどもね、4AG16 バルブテックアート流4連スロットル仕様、こちらの方をですね、作業風景を交えながらご紹介していきたいと思います。今回組み付ける4連スロットルのキット、こちらを見ていただきたいんですけども、テックアートでもうかれこれ20年ぐらい前から販売している商品です。16バルブ用の4連スロットルインテークマニキット S キットというやつですね。 S キットというのはスロポジ制御、 DJ トロとかね、バキューム制御とかありますけど、今回の仕様はモーテックで制御しますのでスロポジ制御を行います。構成部品としてはこれですね。92後期のポートに合わせたポート形状で101のスロットルがつくように設計されております。ポートを見てください。どうです？美しいですね。でこれの特徴としてはですね、基本的に AE86 の 4AG16 バルブはヘッドにインジェクターが刺さるんですけども、このキットでいく場合はこのインマニの下側、これが下になるんですけど、下側にインジェクターが刺さるように装着できるようにしてあります。簡単につけちゃいますね。フュエルデリバリーがついて、こういう形でインジェクターがつくようになります。下から打つ形ですね。これはですね、なるべくヘッドじゃなくてポートに打つことによって少し距離が稼げるんですよね。ここできれいに向かしていただけるして、エンジンシリンダー内に混合機がきれいに混ざって入っていくようにという考えで作ってあります。そうですね、今の上にも、ホールが4つ開いてて、これはブレーキだ。ブレーキのブースターに行く分、あと4つはDJ トロとかそのバキューム制御をしたい場合は上からここから風圧を取ってあげるという、一応そこまで考えて作ってます。でファンネルはテックアートの定番の大口径の、これは101用のファンネルです。これは純正のインジェクターのめくらするあれですね。これはワイヤーがつくブラケット、101のスロットルボディにつくリンケージですね。この配線たちはしゅんさんのコレクションだね。配線すげえいっぱいあるから、毎月配線がどこからか送られてくるよね。ダイレクトも最近ね、配線ね、点火だけ分けようとして、点火は点火で、その他の配線は配線で別に分けて、後で整備しやすいようにしてるんですよ。やっぱり日々進化してるんですね。進化してるでしょ。ね、こういうふうにしてあげれば、点火系の配線がおかしくなっちゃったりとか、もしくは点火のねコイル変えてもう少し点火強くしちゃうかななんて思った人にも仕様変更しやすいんで、配線全部作り変えなくても点火の配線だけ作り変えれば済むんで、そういうふうに最近は分けてます。あれだよね、チューニングが進んでいくとさ、点火も強くしたくなるじゃん。そうすると、このコイルじゃなくてさ、イグナイターを別で取り付けて、これはパートラが内蔵なんで、パートラを外に出しちゃって、コイルの容量を稼いであげたいとなった時に、配線作り変えなきゃいけなくなっちゃうんで、それを点火だけ作り変えればいいようにやったらいいのかなって最近は思ってます。やっぱりやりながら考えるんだよね、こういうのね。やりながらね、毎回違うかな、やるから。しゅんさん流エンジンハーネスだね。しゅんさん的に配線を作る時の注意している部分というのは？注意？はい。かっこよく、なるべくスマートに、無駄に余ってなくて、で効率よく作業する時も作業しやすいように。あとこの配線も色違うじゃないですか。これは自分が勝手に決めた色なんだけど、毎回この色はどこの配線と分かるように色分けして、太さも変えてるんだよね。太さもその電流値によって適材適所で、クランク角センサー、このデスビなんだけど、これはシールド線、絶対シールド線、これは特にベースになるところなんで、ノイズ
嫌ってこういうシールド線、これ何本入ってます？これは3本。3本ね。そしてデスミンね。デスミンに入ると、なるほど。まあ、やっぱそう考えると一台一台仕上げていかなきゃいけないですよね。仕上げないとなんか微妙についてるものが違ったり、前期だったり後期だったり、あと駅間によっても変わってくる。あと極端な話、エンジンの高さがちょっと高い低いだとか、ああ、エンジンマウントの今回エンジンマウント変えてないんですね。変えてない。あと 7A だと、ね、7A 高さ違うし、なるべくね、本当はこういうのも、これはね、お客さんがもともと通してたやつだから仕方ないんだけど、こういうのもなるべくは本当はこんなとこ通したくないんで、まとめたいところ。それは何？これはね、メーターの配線、今からだと長さが取り回しの関係で長さが合わないんで、そういうことか。そういうのは、まあ、予算があれば全部やり直しちゃうんだけども、お客さんの予算もあるんで、今回は熱対策だけして、なるべくこう被害のないように。しゅんさん、今回インジェクターどのくらいのサイズ入れます？300前後のものをつけようかと思ってるんですけど、馬力的にそうだよね。200オーバーするもんね。まあね、これ今、仮につけてるんで、このインジェクターでちょっと足んないですね。これ緑だとあれだね。230か。急に後期のやつ。急に後期だね。足りないね。足りない。インジェクターはもちろんレベリングですね。されてるやつですね。レベリングですね。点火と分けるって言ったじゃないですか。点火と分けるね。ここはこっちでインジェクターと、あとはまあエンジンハーネス基本的に1本にしちゃうんですけど、束ねてこんな感じでねするんで、まあ点火だけ分けて。点火だけ分ける。でスロポジとかもこっちのエンジンハーネス。エンジンハーネスの方についてくる。水温とスロポジと吸気温度と吸気温、あと大気圧補正用にバキュームセンサーと裏になっちゃいますけど、水温センサーね。バキュームタンクはつけないけど、一応つけないけど、これで大気の状態を測って、それで気圧の補正で取ってあげるんで、山の上行ったりとか、平地だとか、まあ台風で低気圧だとか、高気圧だとか、そういうのを補正したり。NA の場合はどうしてもカムが入っちゃうと、脈動が大きく出ちゃうので、正確にバキュームで測れなくなっちゃうので、これは補正用で使ってます。基本的にはソロポジですね。作業中に声かけると怒られるよ。だからね、作業中は静かにしなきゃダメだ。気が散るからね。ほら、怒られた。絶対ダメだよ、作業中こういうことしちゃ。本当に絶対怒られるから。そんなに思ってないでしょ。狙ってる。ほら、怒ってる怒ってきたよ。怒ってないよ。職人さんを切れてる。モーテックが取り付けられました。もともと純正の、ECU がついてる位置に、しっかり収まっております。これは、モーテックを取り付けるための専用のステーを作ってるんですね。出てるこの配線はこれは、ギューンといくとパソコンにつながってます。はい、これからですね、設定しながらエンジンをかけていくところです。シュウさん、今日もいい感じに仕上がりましたね。まあだね。はい、いつも通りですね。はい、いいタイミングで来るね。はい、今やろうと思っていいタイミングで来るね。はい、動作確認で、はい、線ちゃんとつながってるかどうか確認で見るのに、はい、燃料ポンプまだ回さないんで、サーキットオープニングリレーから動くかどうかから始めますね。はい、これはサーキットオープニングリレー。こんな感じで。はい。これはメインの。これそうですね、ポンプリレーですね。ポンプリレー、はい。はい。次はタコメーター。タコメーター、はい。タコメーター動くと思うんで。はい。お願いします。
動いてます。今これは一つ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 ちゃんとつながってちゃんと動作するかどうかはい確認です。あエンジンかける前に絶対やんないと危ないんで。そうですねはい。ファンが回らないとかってオーバーヒートしますからね。ですね。これで今次は電動ファン回すんで。電動ファンはいはいはいあ、回ってます。IAC とか使ってないんでこれでおしまい。で次インジェクターの確認。 IAC あ20バルブの場合はこれこれはカムがでかいんで、はい IAC でやるにはちょっとあ IAC ねはいあそうか通常だとアイドラップとかここでアイドラップはうちはダッシュボット使っダッシュボットちゃってるんで使ってね、はいとりあえず動作確認。はい次はで次はインジェクターの点検。はい1番カチカチ言ってた。カチ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 聞こえないかな。言ってるはい1番がちゃんと動いてるかどうかの確認でね、止まりますね。はいね、止まりますね。はい次は4 4番はい3番はいお言ってます3番カチカチ言ってますね。抜けばやっぱり止まります。はいね、これね、めんどくさいけど、ちゃんと順番間違えてないかどうかね、ちゃんとつながってるかどうか見なきゃいけないから。これ今ポンプ回ってないから回ってないんで、から、ねそうです。ポンプはだから最後に回さないと、最初はできないんで。パソコンで全部できる。はあはあなるほどあ今4番回しましたとはい次点火少ないんですけど、ちょっと音をちゃんと火が飛んでる音が出るんで、それちょっと耳澄ませて聞いてもらって、じゃあ大家さんに手で触ってもらいましょうか同じさビビッときますよ。ビビッときます。若返るかな若返るかそのままいっちゃうかやばいんで、こう耳澄ますと点火してる音がジーッと音が出るんで、ねこれもこう聞きながら、はいうんって言ってちょっと言ってますよ見えますか？ジーって言ってたいいって言ってるかな。ね、ちっちゃい音なんだけど、ね、これ1番。はい同じように点火順序で3番もね、3番も入ってる。4番も鳴ってるね。4番も鳴ってね、入ってる。で、OK。これで一応ちゃんとつながってるんで、あとセンサー関係がつながってるかをはい一回画面閉じて、あらかじめおおよそ動きそうなデータを入れてあるので、センサーチェック。センサーチェックで、一応ね、つながってるね。つながってるね。やつ来たでしょ。それで、あとはスローポジの設定をして、エンジン、いよいよかかりますよ。はいエンジンかかりますよ駅間に新品ですからねこれが色がふわっと変わってくるんですよねこれねオーナーさんに色変わるところを見せてあげたいなスローポジの設定終わりはいクランピングしますシュウさんもう燃料は回してる燃料来たね、かかっちゃうね、オイルも OK 水も OK、じゃあいよいよかけますかわかりました
の仕様で一発でこの指導するっていうのはすごいですよね、やっぱり。まあ散々テックアウト的にはこの仕様はもうやってますんでね、まあ、データがいっぱいあるというのはあるんですけども、そうやってかかっちゃうっていうのはやっぱりモーテックはすごいな。大丈夫そうなんで、点火機器の確認をしたいので、はい、一回プラグを外すというか、ダイレクトなので、はい、プラグコードを間に挟みます。はい。本当これかけて少しの間が一番駅間にってあれだよね。ね。納車する頃もう焼けちゃってるのね。このまましちゃうとね。ね。これは今のうちしか見れないからね。プラグコードさして、ダイレクトだからね。コイルにさして確実なんで、ここから点火を確実に合わせるということね。ここでコンピューターとの ECU と、実際のこのデスビから来る信号の点火時期を合わせるってことね。アイドリング少し上げます。スタッフもう1名。スタッフもう1名。点火見てくれる高尾。はい。これミスター高尾の登場です。何20 20 20度。この後で合わせるよね。同じのアイドリング入ったのね。さあ色がどんどん変わってきました。1番とかね、エンジン側がかなりもういいよね。何々湯気が出てる蒸気どれ行ってみましょうか。もうこれはほぼ水蒸気だね。完全燃焼ですね。いいエンジンです。チューニングエンジンとは思えないほどのこのエンジンの滑らかさ。296ですよ、カムね。エアコンつけてもこんな感じだもんね。エアコンつけて、まあ、100回転か150回転ぐらい上げるかな。でも安定はしてるよね。と言ってるうちに駅間にがいい色になってきた。お上の方まで綺麗になってきたよ。じゃあこれであとは鳴らししてきてナンバーついてるんで、はい、鳴らし運転して、はい、でまあ鳴らしっても軽くね、はい、軽くちょっと道路を走って、はい、まあ200キロぐらいかな走って、それから何もなければそのままライナーカットかけてセッティングしちゃいます。今回制作しているトレのエンジンルーム見てみましょうか。ほらこんな感じかな。ぴったりですよ。お客様の要望でですね仕上げたエンジンスペックなんですけども、92後期をベースに、クランクはもうかなり曲がってたので、新品で強化コンロット、これは BC 製使いましたね。でピストンは、カメラエンジンワークス製の82倍の単造ピストンでですね、カムはテッカム296。も
ど定番です、テックアウトの中では。この仕様でだいたいシャーシダイナモかけると210馬力ぐらいは出ますね。先ほど言ってた、フューエルデリバリー、こういう形でつきます。こうついて、さっきのブラケットね、ブラケットがこうついて、でインジェクターが刺さる。で今回カムね、結構でかい左右角なのでインジェクターも容量アップになってますね。で、はい、先ほど言ったようにこの4番の方からブレーキのこのブースターの負圧を取ってますね。でスロットル制御なのでバキュームタンクはつきません。このまま今スロットルを取り付けております。ダイレクトイグニッションキット、これも当社の商品なんですけども、最近はあんまりポート研磨とかはしないんですよね。もうこの仕様でだいたいもう200馬力以上は出てくるんで、やっぱりあんまりポートを削っちゃうと、ね、いろいろと弊害出てくるんでね、耐久性を考えるとそんなにポートは削らないかな。しっかりオイルクーラーもつけました。モーテックの M84、 このコンピューターが頭いいんですよ。昔だとね、もうモーテックっていうとすっごい高いイメージがあって M800 とか高いイメージがありましたけど、だいぶ今値段が下がってきて、それでも高いっちゃ高いんですけど、ここまでの制御、いろいろな制御をしていくにあたってこのくらいのスペックの ECU はやっぱり欲しいですね。で16バルブの場合も、20バルブの場合もデスビは純正を使用します。多少中は加工しますね。デスビキャップがなくなってこういうアルミカバーにしますね。で信号だけピックアップ拾ってるだけっていうイメージですよね。電動ファン、エアコンを使った時も回るし、水温上がった時も回るという連動させるためにリレーを配列してますね。本当はね、この辺もね、モーテックの PDM とか、まとめられるシステムが今あるんで、またそういうので一つにまとめるっていうのは手なんですけどもね、いろいろやっていくとすごいお金かかっちゃうんでね、この辺はこの辺でこういう形で仕上げていきます。アルミプーリー類とかも、本当はダンパー付きの方がいいのかもしれないですけどもね、ただもうだいぶクランクプーリーとかも純正が弱っていることが多いので、これは今純正形状のプーリーセットを使ってます。こういうのに変えていくのもありじゃないかなとは思いますね。特にストリートなんでオルタネーターの発電とかウォーターポンプの回転とか考えると、やっぱり純正形状のものを使用した方がいいと思いますね。で僕思うんですけど、やっぱり、最近20バルブを積むことが多いんですけど、やっぱりこう久しぶりにこの16バルブのエンジン、このヘッドの形状を、この仕様を作ると、やっぱこれはこれで味があるなと思いますね。昔は僕は16バルブ派だったので、今もですけど、やっぱり AE86 ボンネットバン開けた時にこの形がやっぱ好きだな。なんか男らしいじゃないですか、カクカクっとしてて。初め20バルブってなんかないなしてるなってイメージあって、ただ馬力がねすぐポンと出るから4年ね、もともと4年スロットルだし、いいのかなと思って今増やしてますけど、やっぱりこの16バルブのエンジンってかっこいいですよね。しっくりきますよね。でここにその4年スロットルがつくというのはなんかやっぱり特別感がありますよね。